こんにちは。さて、この CPU もついに最終日に突入です。というわけで、実況は私ゆっくりレ夢ム。解説はゆっくりマリサでお送りしますだぜ。いやー、前世代の CREDJ2 がデイ5までだったので、デイ9まであったのは意外でしたね。そうですね、今世代はすごく長いですね。ところで、映像の方では何が起きているところですか？映像の方では、どうやら PC のテストが行われているところみたいですね。ああ、そういえばデイ8もそんな感じのところで終わったんでしたね。ですが、実は PC が CPU のスペース内に収まらない可能性も。もう、だいぶ余裕がなかったので、その中に配線なども通すのは、難易度が非常に高いと思われます。嘘でしょ。収まらなかったら、サイズが大きくなってしまうじゃないですか。これまでの開発が水の泡になってしまいますよ。そうですね。ですが、あのスペースに制御回路も収めるというのは、だいぶ無理しているところがありますが、もう、水木氏を信じるしかありませんね。そうですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよ。PC をコピーしたみたいですね。そうですね、PC が完成したみたいですね。このスペースには収まるのでしょうか？まると祈りましょう。自信ないんですね。そりゃあ、やってることが無茶苦茶ですから。ですが、もし収まらなくて、サイズを大きくすることにしたら、これまでの努力が水の泡になってしまうことになりますよね。まあ、そういうことになっちゃいますね。ですが、今のところ、横幅は問題なさそうですよ。奥行きが少し怪しいですが、今は、完全にはみ出してますもんね。ですが、今のままでは別の回路と干渉してしまうため、これ以上内側に配置、移動させることができないみたいです。あれ？向きを変えましたね。はい、さっきのままだと干渉してしまうため、向きを変えたりして無理やり押し込む作戦らしいです。高さ方向も、上の方に移動させましたね。やっぱり、収まらないのでしょうか。もしそうなっちゃったら、まあ、きっとなんとかしてくれますって。どうやら、無事入ったみたいですね。そのようですね、とりあえずは一安心ですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね。あれ？今作っているのは何ですか？これは、クロック回路を制御する回路だと思います。この CPU のクロックも、ジャンプ命令か否かでクロックが変わるようになっているみたいなので、ジャンプ命令だった場合にクロックを下げるように指示をする配線だと思います。そうだったんですね。ところで、今作っているのは何ですか？これはロムの出力を遮断するものみたいですね。前世代の CREDJ2 から搭載された、高速化のための回路なので、その高速化回路はどうやら第3世代にも搭載するみたいですね。このわずかなスペースに、その回路も組み込むというのですか？その回路が登場したということは、そういうことだと思います。そもそも PC が入るかを心配していましたが、それどころか高速化のための回路も組み込んでいたとは。まあ、その回路は、そんなにスペースを取らないので、簡単に実装できたんだと思います。あ、そうだったんですね。さあ、ここまでカットしたってことは、何か起こるってことですよね。今作っている白の回路は、おそらく、クロックの信号を PC に伝達するための配線だと思います。今世代の PC は、クロックごとに内部の値を1ずつ上げていく必要があるので、クロックの信号を伝達しています。なるほど、にしても、不思議な見た目の配線ですね。そうですね、クロックの信号は 0.2 秒のパルスですが、PC に入力するときは 0.4 秒のパルスである必要があるので、信号を引き伸ばすために不思議な見た目になったんだと思います。なるほど、にしても、だいぶ中身がグーグー詰めになってきましたね。そうですね、おそらく水木氏の頭はパンク寸前ですね。おや？今度は灰色の信号強度計の回路を作り始めたみたいですね。だから薄灰色ですって、この回路は、PC にジャンプ先のアドレスを指定する配線だと思います。ジャンプ命令は、一定の条件が揃った時に PC 内部の記憶装置を指定した値に書き換える命令なので、どんな値に置き換えるのかを命令で指定しています。そして、その指定された値を PC まで伝達する回路です。途中に、信号強度を保存できる記憶装置があったのは何でしょうか？
PC を指定した値にセットするのは条件を満たしているかが分かってからですが、それは時間がかかるので、これまでの CPU では大量のチェーンをかけてタイミングを合わせていました。ですが、この CPU にそんなスペースは残されていないので、保存回路に保存しておく方式にしました。こうすれば、一度信号が来ればずっと保存回路から信号を発生するので、実質大量のチェーンをかけたのと同じような動きを小スペースで実現できます。はい。おや？ ALU が動いているみたいですね。そうですね。電源を入れるレバーも設置したので、そのレバーをオンにして試運転しているみたいですね。にしても、隣の面まで来ている3本目の赤の斜め線が、なんだかタスキみたいですね。そうですね。まあ、実際に水木氏最小の CPU としての座は、第2世代の CREDJ2 から、この第3世代に引き継がれますからね。回路のサイズはどんどん小さくなっていくけど、CPU としてのインパクトはどんどん大きくなっていく。なんだか不思議ですね。にしても、やっぱ回路は動いてる方がいいですね。そうですよね。まあ、回路は動かすために作っているとはいえ、やっぱ、見てても面白いですよね。そうですよね。どうやら、水木氏は制御回路の動きを観察して、問題がないかチェックしているみたいですね。どこか、変なところがあったんですかね。まあ、水木氏が作った回路っていうのは、大抵最初は動きませんから、後から動きを確認して、調整してチェーンを合わせるというのが、水木氏流みたいですね。おや？何やら、配線を追加しているみたいですね。これは、確認した結果、もっとチェーンが必要であることが判明して、そのチェーンを確保するために、空いてるところにリピーターやトーチを設置しまくっているんだと思います。確かに、今設置されたリピーターはチェーンが最大の4チェーンに設定されていましたし、チェーンを稼ぐための配線みたいですね。水木氏曰く、幅旧 CPU の制御回路で一番重要なのは、限られたスペースにどれだけチェーンを設置できるからしいので、元々あった配線も変えたりして、できる限りスペースを有効活用しているみたいですね。今も、リピーターを設置する上で邪魔になる配線を、別の配線と干渉しないようにうまく形を変えようとしているところみたいです。なるほど、確かに、干渉も大変そうですよね。こんな立体迷路みたいなところで干渉が起きてしまったら、干渉している場所を見つけるのも大変そうですし、修正するのはもっと大変そうですもんね。そうですね。まあでも、この第3世代はもともと水木氏の限界に挑む Java エディション最後の幅旧 CPU のつもりだったので、この制御回路の高密度な感じは、それにふさわしいとも言えそうです。あ、そういえば、約1週間前に公開した第3世代幅旧 CPU 開発 Day8 の私たちのゆっくり実況付きの動画のコメント欄に、めっちゃいい質問が来てたので、ユーザース V チクク 4P8X さんのコメント、CPU って、どういうことができるんですか？ CPU は、セントラルプロセッシングユニットの略で、日本語では中央演算処理装置とも言います。CPU は、命令を指定すると、その命令通りに足し算や引き算、その他論理演算や記憶装置の読み出しや書き換え、あとは、条件を満たしているかどうかで、時に実行する命令を変更させることもできます。例えば、足し算の和が10より小さかったら、プラス1をして、そうでなければ、マイナス10をするみたいな感じです。これは、1からカウントしていって、10になったら0にするっていうプログラムになるので、これの数値をいじれば時計のようにも機能させることができます。また、CPU は基本的にはこういった単純な命令しか処理できませんが、この単純な処理を組み合わせてテトリスなどの複雑な処理が行えたり、最初から複雑な命令を指示しても、それを理解して実行できるタイプの CPU も存在します。その辺の CPU の細かい定義は水木氏は知らないそうですが、一言に CPU って言っても結構幅が広いので、設計した人の個性や CPU の目的なんかによって構造が大きく変わったりするので、そういうところも面白いですよ。ちなみに、CPU は基本的にはほぼ何でもできますが、この幅旧 CPU は、サイズ重視の設計で性能は必要最低限といった感じなので、だいぶできることは限られます。という感じで、今回はここまでです。では、ご視聴ありがとうございました。